皆さんこんにちは、なぎです。今日も日本語ポッドキャストです。今日のお題は日本人の相槌についてです。相槌というのは、へえ、そうなんだ、というように誰かが話をしている時に返すリアクションのことです。それを相槌と言います。動詞を入れるなら相槌を打つというふうに話します。で、今日は相槌いくつか紹介したいんですけど、なんで私がこの話をポッドキャストでしようかと思ったかというと、相槌って本当に会話をするときに重要な要素、とても大切なことなんですね。相槌を打つことであなたのお話をちゃんと聞いていますよと伝えることができるんですね。で、実際に日本人が相槌をたくさん打つなと感じたのは英語で会話をした時だったんですね。友達と英語で会話をする時、私の解釈考えが間違っていたらぜひ教えてほしいんですけど、おそらく英語圏の人たちは相槌を打たないで話を聞く、相手の話を遮る、ストップさせないように聞くというのを大事にしていると思います。なので英語で会話をしていた時に私からすると、あれ、私の話聞いてるっていう風になるんですね。日本人はたくさん相槌を打ってあなたの話を聞いていますよと伝えるからです。おそらく英語で私がそれをすると向こうは話を遮られているというふうに感じるのかなと思います。ただ日本語で話すときは日本人は特に相槌をよく打つので、ぜひ日本語の会話をするときに使ってほしいと思って今動画を撮っています。皆さんの国では相槌をよく打ちますか？それとも話を聞くということに集中をして黙って聞きますか？それでは、日本人がよく使う相槌を少し紹介したいと思います。まず一つ目にですね。とても簡単なのですぐ覚えられると思います。というのははいと同じですね。これのタメ口になります。なので敬語で話すときははいを使ってください。で、これはですね、相手の話を別に同意しているわけでも否定しているわけでもありません。あなたの話を聞いていますよとサインを出すときによく使います。例えば、昨日仕事が大変でさ、9時までかかったんだよねという感じで使います。と1回言ってもいいですし、と2回話してもいいです。日本人は結構同じ言葉を2回話す傾向があるので、例えばありがとうというのもありがとうありがとうと言ったり、ごめんというのもごめんごめんというふうに2回言ったり、大丈夫っていう言葉さえも大丈夫大丈夫っていうふうに2回言ったりします。ぜひ使ってみてください。次にへーです。これも日本人はよく使うんですけど、何か驚いた時、そして興味を持っていますよと伝えたい時にへーを使います。もちろんこれはトーンで変わりますね。へーといえば普通に驚いていたり興味を持っていることになりますが、へー
といえばそれに対して結構驚いていることですね。これはどの国でも同じだと思います。例えば例文で言うと、実は高校の時サッカーをしてたんだよね。へえ、また始めようと思ってるんだっていうふうに話せます。これは敬語でもタメ口でもどちらでも使います。3つ目にそうなんだです。これは知らない情報を聞いて納得した時に相手の説明に対してリアクションをする感じですね。そうなんだはタメ口なので、敬語で言うならそうなんですかというふうに使ってください。例えば、今マレーシアに住んでいるんだ。そうなんだ。南国だから毎日暑いよっていうふうに使えますね。この人は私がマレーシアに住んでいることを知らなくて、その新しい情報を知って納得していますね。その時にそうなんだ、そうなんですかというふうに使います。最後4つ目になるほどです。これも日本人よく使います。なるほどは理由を聞いて納得した時にだからなんですねというふうに使います。例えば、平日なのに今日は混んでいますね。ああ、近くでイベントがあるんですよ。なるほどというふうに使えます。これは平日、月曜日から金曜日ですね。平日だったら普通あまり混んでいないのに今日は混んでいます。なんでだろうと不思議に思っていますね。それに対してこちらの人が理由を話します。近くでイベントがあるからです。ああ、だから理由がわかりましたという時になるほどを使います。ぜひ皆さんも使ってみてください。日本人が相槌を打つときは同じ相槌をずっと打つんじゃなくっていろいろな相槌を組み合わせて話します。ですから今話したうんうん、へえ、そうなんだ、なるほど、こういう相槌を組み合わせて使ってみてください。相槌は日本人と会話をスムーズに進めるための大事なスキルです。これも文化の一つなので、ぜひ使ってみてください。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてお疲れ様です。今日の動画が興味深かったという人は、ぜひいいねボタンをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。